カルボ先輩とって隠し撮りニュースちょっとインタビューよろしいでしょうか、ということでおこれいいですね、こんな感じでいきましょうか。まあまあリラックスの感じでカルボ先輩顔出し OK となったんでちょっと人生録でも語っていただこうかなということで急遽アポを取りましたら OK ということで、はい、カルボ先輩のちょっと人生録、まあそうですね、出身、まあ生まれはどちらなんですか？生まれはですね、和歌山県紀州の本州最南端、はい、串本です。あ、串本。はい、そこでね、15歳まで育って、それから大阪出てきて、うん、だから大阪は、まあ、住んでるところはほとんど大阪ですけどね。でも現時点ではもう日本には住むところがございませんので、住むとこないんで、日本帰ったら今友達がいてるから友達のところへ居候です。帰った時、日本帰った時はね、でまあ15歳まで串本、でまあ生まれ育って、まあまあ高校中学校までか、中学までですね。そこから大阪出てきて、ほんで大阪へ出てきて、で大阪ではどちらの方お住まいやったんですか？堺市が主に堺市ですね。堺市が主でまあ高校卒業して行かずに、何行かずに、高校行かずに、高校は行かれてないんですか？そうなんですか。ほんならもう15歳からそうですね、終わったら大阪へ出てきて、ほんで仕事をされる。そうそう。ほなちょっとそれ聞いていいですか？仕事って何から始められたんですか？一番最初何始めたんかな。まあ覚えてらっしゃる範囲で。寿司屋の出前持ち。出前。いつだったかな。それからね、19歳から自衛隊で4年間。その後、ちょっと待って、15歳からほな19までは寿司屋の。そうですね、約ね。約4年間、まあそのうちのいろいろ何が寿司は握られたことはなく。ないです。まあそのデリバリーとか。そう。ほんでその後19から自衛隊は何歳まで？23、そう4年間だからね。4年。はいに19から23まで4年。そっからね辞めてね、履歴書書けんぐらい仕事変わりましたね。そうですか。すごいです。自衛隊、陸上自衛隊です。伊丹市。この風がちょっと吹いて、いろんな人生っていうかね。そうですか。私があれは大阪の方のね、公務員の。公務員というかバス会社。バス会社。そうですか。私公務員やとばっかり。バス会社の方で運転手。そうです。それが退職前の仕事やいうので。それがね、いつまで働いたのかな。若い時に正社員も辞めたんですよ、40半ばで。それでフィリピン来たかったんでね。でフィリピン来て、その前に結婚したんか。それはフィリピンとの関わりですね。そして子供できて、それでフィリピン来たいから思って40半ばで来て。フィリピンとの関わりはちょっと後で突っ込みたいと思うんですけど、ほな仕事の方はそういうことでフィリピン来たいからいうことで定職は辞めて、でそこでバス会社が出てきたわけですか？ちょっと契約社員みたいな。そうバス会社に乗ってね。でバス会社正社員を辞めて、バス会社の正社員を辞めて、で5年ほどうろうろ遊んで、それでまた元のバス会社今度は契約社員としてアルバイトみたいな形で行ってね。なるほどなるほど。給料は本当にガクンと落ちて、それはね、契約社員。その代わり正社員の時まで自由があったらいつでも休めたから。なるほど。自由があるからね。それでフィリピン、ちょっと待ってください。ほんでフィリピンとの関わりを持ち始められたのはいつ頃からやったんですか？いつかな。1990年頃。1990年って何歳頃？
いくつ 30? 1990年30年前か32年前いくつや年30 30過ぎそうですね30半ばだね30半ば、30半ばでなんでフィリピンはいや知ることになったんですか？それまで韓国とかいろいろ行ったけどねあ、海外旅行行かれてた？行ってないですよ。友達がなんか知らないけどフィリピンにちょっと一回行こうかということでパッケージツアーで来たんです最初。そこでこれ気に入ってね。この冬がないっていうのはね。パッケージツアーで来られたんが友達と。そうです。そっからですね。俺はこの国で暮らしたいと思ったのは。それ一番最初にフィリピンに来られた時はマニラだけ？そのパッケージツアー。そうです。最初本物最初マニラだけ。マニラ近辺。マニラ近辺。今からほな32年前、30年以上前。ピナツボ火山が噴火する前やったから。噴火する前のね。あれほなもうマラってロビンソンも何にもない頃ですね。あれはあの辺はね。マラテすらもあんまり私も27年ぐらい前から来ててね。ロビンソンのマラテも何もないし、マラテ自体もそんな何も。ほとんどお店なんかロハスブルーバード沿いにあったようなホテルを覚えてるロハスブルーバードにあったね今も潰れて幽霊ホテル幽霊の建物になったけどあそこ何だったかな最初白石ホテルとか白石それからグランドブルーバードグランドなんのかなってもう今まだ建物自体は建ってるけどねそうですかそれはまあでもホテルにしても遊び場にしてもほぼロハスブルーバード沿いやったような記憶ですわ私もブルーハワイっていうのあったね24時間やってるブルーハワイカラオケゴーゴーバーサバンにあるような感じロハスブルーバード沿いにというかデルピラールかあの辺ねありましたね24時間やってましたそうですかまあほんでその頃はそれで来てええなとなってそれからね年にやっぱり2回年に2回から3回2回から3回それはマニラだけまたいやそれからねなんかの関係でこのペイドガイラ来たんですよ昔の遅い船でバンカーボートいやその時まだバンカーなかったバンカーボートじゃない頃まあもともと海の育ちやからねそうか串本やったからそうで海が好きでここが気に入りましてねその頃でもその頃ここへ来たのはまあリゾート目的その頃からサバンってあったんですか？ありましたよサバンもホワイトビーチもサバンホワイトビーチほんでサバンはあんなバーもあったんですか？一応ありましたねあったんやそんな今まではこんないいことないけどねホワイトビーチなんかも本当に安かったしね本当にコテージだけエアコンのついて部屋なんか来ないあの当時そういう時代からニッパーとねほんでその昔からこう来ててまあほなコトさんにしてもまあ高校生時代から来てましたもん中学とかねだからまあ結構そんな頃ですねほな同じような頃でほんでプレルトガレラが好きになってきたそうですねやっぱ海がねでまあ年に23回いてそこからまあちょっと人生が変わってくるようなご結婚があったわけですね。そうですねそこで95年に1995年1995年に結婚したんですよ。それ何歳の時ですか？私ね39歳39歳の時にそんでそれまでは独身やったんですか？そうですほんでフィリピン人のこの現地のペイドガレーじゃないけど同じ島のちょっとカラパンからもうちょっと行ったところナウファンっていうところねそこのカラパンの先のナオハンナオハンいうところで39そうです39で結婚されてそうで失礼でこのことで怒るけど嫁がちょうど18歳になるまで結婚できんっていうからね18歳になるまで待ってたんですよちょっと嫁さんと出会ったのは何歳？嫁さんはね16かな嫁さんが16歳まだ結婚できてない16歳でその時カルボ先輩はほんな37ぐらいそうですねその時に出会ってちょっと待ってどこで出会ったんですか？それねそのナウハンという島
島だったわ同じ町や村それねまたややこしい話です。その詳しく言ったらその知り合ったきっかけは嫁さんの姉の婿さん嫁さんのお姉さんの旦那がフィリピンじゃけどねその子俺と同い年で日本帰りでね日本語喋るんよでそこで日本語喋るんそれもマニラで知り合って知り合ってで話弾んで一回お前ペイド帰りミンドラから一回行ってみるかっておい実家ナオハンプエトガイラナオハンいっぺん来いや言うてなるほどで可愛い子やな思ってねなるほどそういう出会い方でフィリピンどっちみちフィリピンで俺もう永住する気やだからそれともうその頃からこっちに移ったら思っとったんですかもういずれフィリピンで骨うずめを持てるからその当時からそれやったらフィリピンの嫁はん持ったらちょうどええな思ってね簡単にビザも取れる永住権中がね結婚したら永住できるやろ思ってそういうこともあって、結婚しようかってなったんですよほんで結婚しようかってなった彼女がまだ16歳の頃そうですまだ結婚できませんわね18なんか18になるまで待っててほんでちょこちょこ会いに来とったんですかちょっと待ってくださいその2年間はそのちょめちょめはあったんですかちょめちょめはやっぱこれはフィリピンは非常にね厳しいとでも将来結婚言い名付けみたいなもんやしそうだねそれなりのそれはないという顔じゃないんでオッケーいらんこと言わん方がいいですわ50に想像お任せくださいなるほどそういうことで2年間続いてほんで18歳になったと嫁さんがで正式に結婚しようかって正式に39歳の時にカルボ先輩が39歳で嫁さんが18で結婚しようとすごいですねお金とかは関係なしのフィリピンドリームですよね大体39歳のおやすさんがその18歳と結婚できるなんて日本じゃ考えられませんよねそれフィリピンドリームですよすごいですねやっぱりブランドやろねジャパニーズっていうねジャパニーズブランドそれで結婚されて生活が始まったそれはどういうこっちでと日本との生活が始まった私は日本で仕事してるし、彼女はこの現地実家で、で私もうそれ3ヶ月に1回来とったんですよね結婚はこっちのあれにも届けてそうで日本にも届けてます、日本にも届けてなるほど完璧なやつでねほんで3ヶ月に1回ぐらい来るようにでその人とあこの年に子供ができてで子供できて19歳96年できて奥さん19歳でそれで僕もやっぱりもうなんかこっち行きたいな思ってねもう99年かな2000年かな辞めてでこっち来たんですよほんでその退職金とか持ってペイトガイラに土地買って家建てたんですもう移住もしたいからでその時はまだ正社員やったわけですねそうバス会社のバス会社の正社員なんかね会社も希望退職募っとったんで希望退職も募ってたからほなもう希望退職で退職金もちょっと多めにもらえるしそうほなこの際辞めるわと辞めてその退職金を持ってこっちに来てほなもう住み始めたんですかほんで土地と家も建ててすごいですねすごいいうかそうなりますわねこっち移住やったらだけど失敗しましたけどね結論から言えばでもその時お子さん2人もうすでにまだお子さん1人だけその時1人でその時はまだ1人こっちのちょうど2000年に2番目できてね2000年に2番目の子ができて現在22歳そうです2人目のもうじきねそれでそれやったらいつまで続いたんです結婚生活それがね2003年4年ぐらいかな2003、4年ほんなら8年9年はこっちで生活されとったその時はその間は結婚されて移住されて仕事はされてなかったんですしてなかったですほな日本の退職金だけで
あと養殖ね、それともう結局お金なくなるでしょ。お金なくなる。お金なくなるっていうことはもう生活が狂ってくるっていうことで、これはダメだと思って日本帰って。だからそれはまだ離婚も何もせんですね。まあまあ結果的には今でも離婚はされてないですけどね。まあまあほんなら退職金が底をついたと。ほんならこれはダメやいうことで日本に戻られて9年。いやそれまでね、こっちで商売しよう思って商売したんですよ。商売。こっちでそれで食べていこう思ってね。いくつしたかな。これ全部失敗です。全部失敗。もう俺みたいなね、人はね、もうお金稼ぐんやったら日本です。フィリピンで商売しようなんてもう無理やね。やっぽど賢い人やなきゃな。まあいろいろやられたけど、全部パーです。まあまあサリサリストアぐらいから始めてみたいな、そんなじゃないし、タクシー、マニラでタクシーの商売もしましたしね。そこでカラオケとかなんか。カラオケみたいなのもちょっと手つけたんですか。こっちですけどね。ローカルのカラオケです。そうそう、マニラじゃないけど。マニラじゃなくて。島でいろいろやったんですね。でもまあまあちょっと失敗。それでも名前は奥さんの名前でしょ。奥さんの名前で。そやけどちょっとまあ客が来んかったみたいな。まあいろいろね。まあまあ失敗したんで、まあまあ全ての資金がまあほぼ底をついて、ほんで日本に帰って、ほんでまた契約社員、それがそうですね。約10年。10年間。日本で働いた。その10年の間でも本当に10年休めたからね。ほんでフィリピン。そうか、10年休んでね。10年間の間ね、仕事はもう休めたかったらいつでも休みましたからね。でフィリピンは年に3回は出てきてましたね。3回でその間にまだ台湾行ったり韓国行ったりバンコク行ったりとか、そんなもやってたんですよ。そっち行って悪いことしとったんですか。であちこち回ってで60歳になってね。60歳になって。そう60歳と半年ぐらいでもう。39歳で結婚して10年、ほぼ10年ぐらい、まあ49までまあこっちでいて、でその後はまあ10年間でもこっちの家族のサポートもしながらでしょ。そうね。契約社員で、それが59いうことで、59、まあ49から10年間やったら59、60ぐらいまで、60歳まで。でその間にはこっちにいるフィリピンの家族にも仕送りもしながら、で自分は日本でまあ契約社員で遊んで、まあほんでいろいろ。なるほど。ほんでタイに台湾、韓国行かれて、中国とかね、ベトナムとかね。中国ベトナム。メインはフィリピンですけどね。そのフィリピンとフィリピンの間にそういうとこ一回。中国ってもしかしてトンガンとか。中国ね。上海ぐらい。上海とマリの頂上も行ったし。バリの頂上もね。大連230日も。大連ね。3回行きましたね。なるほどそういう。それで安い給料でよく行きましたよ。すごいですよ。本当ですよ。1時間1000円、1070円が1080円ですよ。その頃の契約社員の。そんな給料でね、フィリピンも来るでしょ。すごいですね。で貯金もせなあかんでしょ。仕送りもせんとあかん。旅行もせんとあかんし。よく働きましたよ。すごいですね。だから今がこうやってね。ほんでまあよくほんでもうとにかく時給制なっとか働くしかないと。働いて。ほいで60歳で日本を本格的に離れて。でちょうど今だからなんかもう5年そうやね、5年過ぎたの6年目や。6年目。66か。御年65歳でしたね。66歳。まあほぼ6年目になったと。そういうことですか。けどまあ何にもねすることなかったの楽しいですね。フィリピン。なるほど。すごいですね。次の質問でまあもうここのオリエントパールに住み込んでいると。そうですね。ここでもう5年経つね。風がちょっと風がバタバタ言います。ちょっとすごい風ですね。ここは切らんだね。
カラ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 。これ台風の影響か。ああ、台風来てもなんかね、南シナ海でね、台風できたんです。ああ、7号ができたんです。明日ぐらいに8号、日本の。あららら、やばいですね。